本日はどうぞよろしくおお願いし願いしまます。す。今回本当に素敵な楽曲の書き下ろしありがとうございいえいえ、ました。とんでもないです。今回初音ミクのですはい。ね、公式 YouTube チャンネルのリニューアルに際してはい。というところで、オファーさせていただいたんですけれども、実際にそのオファーがあった時ってどんな風に感じられたんですか？そうですね。光栄だなと思いました。まず、もともと僕はリスナー側であった人間なので、初音ミクを生み出した会社から協力してくれっていう風なお話をいただけるっていうのは、初めて良かったって思えるお仕事の一つやなっていうような感じですね。はい。光栄だなと思いました。ありがとうございます。楽曲についてもですね、はい。少しお伺いしていければなというふうに思うんですけれども、どういった順番で制作の、作られた、そうですね、制作の。最初は、ボーカロイドの文化に対して思うことをまず練って咀嚼してバッとメモ帳に書いたんですね。でそれを歌詞に当てはめていくところから始まりました。で、メロディーを書いてそれに当てはまる歌詞を見つけていくっていうか、思いが先にあったですね。ちなみに今回つみさん結構楽器も演奏されたりするはい。と思うんですけど、何かご自身で、ギターは弾きましたあ、ね。ギターの方で、それ以外は打ち込みですけど。つみきさんがその言葉を選ばれる際に、普段気をつけてらっしゃることとか。気をつけること、歌詞としてもちゃんと成立するというか、音楽がついてないものでもちゃんと美しいものにしたいっていうのはい。があるので、そのメロディーになぞらえるだけではない部分っていうか、ちゃんと文章として完成されたものにしようっていう風な心がけはしてます。なおかつちゃんとメロディーがついた時に、リズムであったりとか、そういう口に出して楽しい言葉とか、なんかそういうところも兼ねて制作してるつもりではあります。また MV のはい。方にもついてもちょっとお伺いできればなというふうに思うんですけれども、イラストの方ははい。上田翼さんにお描きいただいたんはい。ですけれども、やや挑発的にミクが見そうですね。えるようなうん。イメージとかってあったはい。と思うんですけど、そちらの方ってつみきさんの方からなんかこうオファーをそうですね。まさしされてっていう。くおっしゃっていただいた挑ええ、発的な部分っていうのは結構大事にして、はい。最初1個目が来たんですけど、こんな感じでいいかなっていう、ちょっとマイルドだったんで、もっと挑発的にしてくれっていう、あ、もっと見下して、欲しいっていうようなところで、結構そこは調整しましたね。ちなみにミク以外にも結構レモンであったりとはい。かいろいろなアイコンが登場したりすると思うんはい。ですけど、そちらの方もオは、ファーも。翼くんとディスカッションしながら、ええ、一番最後のシーンにある本の上にレモンがあるものっていうのは、梶井元次郎はい。先生の小説のレモンっていうところのシーンから抜粋してメッセージ性をより高めていこうっていうのは翼くんの方からアイデアがあって、それめっちゃいいねって言って、つみさんは、幼少の頃から結構音楽に囲まれたはい。環境でそうです。育っはい。てっていうところで、そういったその音楽とともに生活されていく中で、初めてそのボカロと出会った時とか、あとそのシーンの盛り上がりについてどのように感じられたとか。そうですね。一番初めにボーカロイドカルチャーに触れたのが小学5年か4年ぐらいだったと思うんですけど、当時好きだった女の子がいて、はい。その子が、とにかくなんていうの、知らんもの好きというか、いわゆえるサブカルチャー好きだったんですよ、小学生ながら。で、知らん小説を読んでたりとか、知らん漫画を読んでたりとかのうちの一つで、好きなものとして、ボーカロイドっていうような話を聞いて、僕はもう、その時はピュアだったので、話を合わせたいうん。というその一心で、自宅にあった父親のパソコンで、ニコニコ動画って調べて、初めて見たのが、スーパーセルのりょうさんが当時、書かれたメルトっていう楽曲だったんですけど、もうそれですごい衝撃を受けて、それこそ本当にカルチャーショックっていうか、もともと音楽は好きで、いろんなバンドものだったりとか、いわゆる J-POP だったりとか聞はい。いてたんですけど、もう全く新しい感覚っていうか、人じゃないのにこんなに美しいみたいな、なんかなんていうのかな、とにかくびっくりしたのがあって、で、そこからもう純粋に話し合わせるために聞いたもえのだったはずだが、もう純粋に自分で楽しんで聞いてて、で、後に、ハチさんだったり、大岡さんだったりとか、今活躍されてるデコニーナさんだったりっていうところに衝撃を受け続けて、
で、当時は割とこう何でもありというか、こう枠がない状態だったんで、これから一緒に作っていこうというか、なんかちゃんと、リスナーとの会話になってたような感じっていうかな。なんかあれが僕的にはすごい好きだったんですよね。なんかあんなに自由な、こうちゃんと表現として扱ってくれる音楽のフィールドってあんまりないもんなと思って、そういうところが好きだったですね、自分は。その当時と比べて逆に今はみたいなとそうなんですよ。ころがあります。なんかそこを、いわゆるメッセージとしてなんか書いたつもりではあるんですけど、特にこう、今活躍されてる方々をなんか否定したいわけでもないし、中にはすごいこう芯を持って活動されてる方もいらっしゃるんですけど、やっぱり型が決まってきた今、それは悪いことではないと思うんですけど、どうしても、いわゆるモノマネとか清潔なものを作ろうとする感じがなんか当時と比べるとちょっと寂しい感じがして、なんか昔と比べてこうっていうとちょっとおこがましいんであれですけど、もっと自由でいいのになっていうか、特にこう若い世代、僕もそんな偉そうなこと言えないですけど、もう5年ぐらいやってボーカロイド憧れてボーカロイド始めましたっていう声もたくさんいただけるようになったので、今から始める人たちに対してそんなに気張らんでもというか、値札を頑張って貼ろうとせんでも勝手についてくるもんではあるんじゃないかなとか、そのちゃんと表現をしてほしいなみたいなことは今見てて思います。結構クオリティ高いものを出さないとなかなかみんなに見てもらえないとか、気持ちはすっごいわかる。そのクオリティの高さっていうものを別の形で追い求めてしまうと、僕は表現じゃなくなっていくような気がして、やっぱりこれで成功したからこの形態でこの形でやればクオリティが高くなるっていうのはなんかこうあんまり僕としては気持ちよくないっていうか、それこそ僕がボーカロイド始めたのが小学生の時聞いてたんですけど、それから10年経って初音ミク10周年のタイミングで僕が聞いてたボカロ P さんたちがこぞってもう一回こうなんてやろうボーカロイドを扱って楽曲を作ってっていうのを SNS でたまたま僕は見てて、その時はもうボーカロイド正直聞いてなかったんですけど、で参入したんですよ。その当時は割とそれこそ綺麗な音楽みたいなものが主流やったので、僕はもうめちゃくちゃそれにムカついて一番早い曲書こうと思って書いたんですけどなんかそういうなんて言うんでしょうね、若さとか、こうわがままさみたいなところが許されるのがボーカロイドだったような気がするので、もっともっと自由でいいかなっていうのは思います。ただそうですね、ツールとかが充実はしてきてるので、そうですね、参加はしやすいのかなと。それはすごい思います。だからこそやっぱりこう警告をちゃんとしてあげたいなというか、そういうメッセージを込めました。つみきさんにとって初音ミクとはという。初音ミクとは、カルチャーショックですね、まさしく。音楽のシーンを変えることってめっちゃ難しいことやと思うんですよ。それこそ80年代にシンセサイザーが出てきて、何の音でも鳴る楽器として出て、それが主流となって今の J-POP シーンがあって、なんかそういうのと似たような改革が初音ミクによってあったんじゃないかなっていうふうに思ってて、初音ミクが出てきたから作られた音楽って多分無限にあると思うんですよ。その音楽史に残る確変やったんじゃないかなっていうのは思います。初音ミクの元々のコンセプトが80年代のヤマハさんの DX7 そうなんですね。というところで、DX7 っていうのは FM 音源ですね。はい、わかりますね。FM 音源で FM 音源でやっぱりね、出た当初すごいセンセーショナルでっていう話があって、実際それを受けていろんな新しい音楽が生まれてきたんですよね。それにあやかって、実は初音ミクっていうのは、制作させていただいて、思惑通りというかまさに思惑しめしめとは全然そんなことは思ってなかったんですけどDX7 にあやかって衣装であったりとか、なるほど、緑色のっていう、そういう意味で捉えていただけるんであればもう非常に、我々としては本当に嬉しいなんか恥ずかしいですね思うつぼすぎて、まさにその答えをいただけてみたいな。
現在ノーメロンノーレモンとかで、本当に精力的に活動されてっていうところはあるかなと思うんですが、つみさんが今後ですね、目指す音楽性の、方向性とか、音楽の方向性とか、展望とかそういうものがありましたら聞かせていただければなと。そうですね。なんかこう、僕は音楽というものが大好きで、そこに壁とかジャンルとかっていうのをあんまり感じたくないんですよ。音楽を聴くにしても、どうしても大衆、普遍的なものを聴きたがったりとか、自分が能動的に音楽を探す人って減ってきてると思うんですよ。だからこそ、好きなアーティストのルーツだったりとかは多分深掘りされてる方とかいたりすると思うんで、なんかそういうメッセージを残していくことっていうか、自分が好きな音楽が自分のことが好きな人に伝わるようにしたい。僕はイギリスの音楽が好きだったりするんですけど、イギリスの音楽を踏襲したような音楽を作って、このルーツって何なんやろうとか考えてもらうこと。音楽を好きになってもらうための音楽を作れれば僕は一番いいかなって思ってて、そういうメッセージも今回のカルチャーには込めたつもりですね。なんかこう先代がやってきた音楽がちゃんと僕らより下の世代に伝わるようにしたいっていう、僕を玄関にしてもっと音楽の可能性を感じてほしいなっていう、そういう音楽が作れたら僕は本望やなと思います。つみさんが作られる音楽をはい伝えていく手段としてどういった活動というか展開というのを考えられるもうそれはもう音楽であれば全部やりたいです。音楽に関わるもの全部を使って、僕は音楽をできる限り BGM にしてほしくないっていうのがあって、これは僕のエゴなんですけどどう使ってもらってもそれは自由ではあるし、それはそれとして素晴らしいことだと思うんですけど、僕の思想としてはやっぱり音楽の中から何か感じてほしい、音楽というところにこう潜り込んでほしいんで、それを作るためになんか気になるなこの曲って思わせる何かがあるならもう全部やります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。最後にですけれども、このチャンネルをご覧の方であったり、ファンの皆さんに向けて一言どうぞお願いいたします。さっきも言いましたけど、こう今から始められる方に対して自由に表現できるフィールドとしてボーカロイドを愛してほしいし、もっと素晴らしい音楽が、もっと美しい音楽がこの世の中にあふれることが自分にとってすごい喜ばしいことなので、そういう風な未来を目指して、僕も含めて一緒に頑張っていけたらいいなと思っております。一緒に音楽できたらと思ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。